はい、もうた。晴天を突き刺しながらしなやかにしなる剣先。2021年10月、新型コロナウイルスにより多くのお祭りが中止を余儀なくされる中、京都市東山区では阿波田祭りが規模縮小ながらも開催されました。この阿波田祭りの白尾を飾る剣鉾の指し手はどのような思いで今年度のお祭りに挑んだのでしょうか。鉾指しの人々の考えと思いに迫ってみました。はい。2021年の夏の練習の日、厄除け病除けを祈願して創建された阿波田神社では一年中鉾指しの練習が行われています。10月中旬から下旬にかけて開催される阿波田祭りでは4つの神事が行われますが、その中の神幸祭で剣鉾の巡行が行われます。剣鉾とは疫病退散を祈願するための剣の形をしたお祭り用の鉾です。剣鉾は厄除け疫病除けの神様を乗せたおみこしの進む道を先導する重要な役割を持っています。このように剣を振って神を招き、悪霊を鎮めるための輪を奏でます。毎週練習を重ねても一定のリズムで美しい音を鳴らせるようになるまでには何年もかかるそうです。昨年は剣鉾の巡行が中止になりましたが、今年実施するに至った経緯を阿波田神社剣鉾奉賛会の角谷さんに伺いました。完全にやめてしまうというのはもう簡単やったんですけれども、それよりもやっぱり継続することに意義があるんじゃないかということで、じゃあ1本だけ出そうと。うちらはもう6本出す予定は全部してたんですよ。いやもうそうやけど、もう行列はもうほとんどもうその縮小して、でもうその本当のもう最低のその四隅だけしか指す予定はないような状態でやりたいという話だったんでね、じゃあ1本だけ出しましょうということで、だから今年はもうよかったのはよかったと思いますよ。皆さん大楽しそうな。うん。長いは長い。みこしはね一番かわいそうやったと思いますね。もう3密の元凶やからもうねみこし出すわけにいかなかったし、合法連を出してそれで軽くなんかやったみたいですけど、もうどこのみこし会でも、もううちらの徳崎なんかでもみこし会の役やってはる人もやはりますけどね、やっぱりもう元気ないですもん、出られへんから。だから自粛するのは簡単ですけど、実際継続してやるいうのはものすごい難しいですよ。もう去年はもうどんだけクレームが出るのかなと心配しましたけどね。指し手は阿波田神社の地域の住民だけではなく、京都中から集まってきた有志メンバーから構成されます。八大神社、大豊神社、吉田神社、北白川天神宮、佐賀祭り、今比叡神宮、岩倉神社、それぞれの剣鉾の指し手も参加しています。技術の伝承継承のため各地から集まってきたメンバーが一緒に鉾を組み立て、それから稽古に汗を流しています。これ祭り用のやつ、今年祭りやって、その時にみんながつけたんです。やっぱ下がとは違いますか？違いますね。短いし、それは短い、重たいですけど、短い。上向いて持たないので、初めは首が痛くてずっと上見てたらその辺見ながらこう振りますんで。岩倉神社の指し手である五代さんにお話を聞いてみました。ここも30何本あるんで、いろんな重さとか長さとかあるんですけど、岩倉も実際に刺せるのが5本あって、それぞれちょっと違ったりして、同じのはなかなかないですね。
同じく岩倉神社から今年初めて県木を指す予定の河内さん。たまたま岩倉は小学生もできるよとか、女性にも歓迎っていうポスターも貼ってあってあるのはしてたんですけど、2019年に岩倉の県木が60年ぶりに復活したんですよね。それを実際見ていて、でもなんか自分がやるっていう実感はなかったんですけど、たまたま去年多分コロナのきっかけでたくさん時間ができたっていうのがあって、一度練習に来てみないってお声掛けその農作業の仲間からもらって行ってみたら、もうその場でこれはちょっとやりたいというかハマったというか。河内さんは粟田祭りの振興祭で初めて矛を刺しながら街を練り歩くことになります。ひときわ真剣な面持ちで矛を刺していた彼女の姿が印象的でした。前に倒れてますね。今年の粟田祭りは例大祭から始まりました。例大祭は毎年10月15日に粟田祭りの最後の祭礼行事として行われていますが、今年は東京オリンピックで祭日が移動したことにより最初に行われることとなりました。また新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、いくつかの行事の中止や規模の縮小が余儀なくされ、例年とは違った雰囲気の中で2021年の粟田祭りが始まりました。この日も粟田神社の境内で練習を繰り返していました。さて、岩倉神社の河内さんの番です。同じ岩倉神社の五代さんが心配そうに見守ります。安定した足取りで鈴を鳴らしながら矛を刺しています。飲み会も決起集会も打ち上げももちろん中止です。アルコール消毒をして3密に気をつけながらささやかに乾杯して、お祭りの成功に向けて静かに結束を高めました。今年は本当にもうイレギュラーな感じの粟田祭りになりますけれども、一つ事故のないように頑張ってやっていきたいと思いますので、今日はどうも一日お疲れ様でございました。県木巡行まであと2日。今年はおみこしではなく、この拝殿に置かれている御法蓮に御神霊をお返しするおいで祭りが行われました。この御法蓮が2日後、県木が道を清めた後に通ることになります。県木巡行の前日には、地域内の保存場所に矛を迎えに上がり、本殿で出発報告を行います。煙幕も賢きざなぎの神尽くしのひむかの滝。夜になると松明に導かれた行列に彩り豊かな粟田大灯籠が列に加わります。これは地域振興の意味合いを持っており、悪霊を払う県木とともに町内を練り歩きます。
そして明日は県鉾の巡行が行われる神幸祭当日です。鉾指たちが街を練り歩く神幸祭が始まろうとしています。出発を前にした指し手の皆さんにお話を聞いてみました。普段のね練習でやってることをそのまま出してもらったら間違いないし、預かった鉾を安全に返すだけです。皆さんに支えていただいて、本番を迎えられたんで、今日は楽しむ気持ちとしっかりご神事として、関わる気持ちと、あと自分の今までの練習も振り返り信じつつ頑張りたいと思ってますそれぞれの町内の宝物を預かってさせてもらうということなんで、それをやっぱりみんな、ね、肝に銘じてやってるんで、やっぱり緊張はしますよね。いよいよ出発です。1年ぶりにこの町内に鳴り響く凛の美しい音に、たくさんの拍手と笑顔が鉾指しを出迎えてくれます。縮小した人けどね、これも駅を払いやさかいね、いい音してたわ、あそこで聞いてた、続いてもらわなあかんね。もう私ら終わりやし好きな場面はね、神宮寺のね、北浦から出て阿言宗のとこで6本刺すあのシーンが一番好きなんですよ。やっともうここまで来たいう感じなんですよ。もうこの辺言うたらあともう神社帰るだけや。もう残ってるパワーをもうとにかくもう全力でね、もう最後の力を振り絞ってやるいうスタイルなんでね、もうこの辺がもう一番好きですね。角谷さんも好きだというこの場面。今年は4本だけですが、大通りを鉾が一直線に並んで行進していく様はまさに壮観です。最後の集中練習の時に2回ほど倒してて、そのちょっとトラウマじゃないですけど、ちょっと自信のなさっていうのが本番に向けての緊張感っていうのがすごい出ていて、自分に対してのなんかすごい課題っていうのが出てて、この日河内さんは失敗続きでした。しかし仲間たちの励ましのおかげで最後の最後で無事に県鉾を刺すことができました。で横で絶対倒さないから大丈夫大丈夫って一緒についてくれるメンバーがね、そうやって声をかけてくれて、ほんまに一人じゃないっていうか、チームワークっていうか、すごいそれを感じて、この粟田神社の下の前の道で持たせていただいて、今までの練習通りにっていう感じでちょっとさせたのかなって思います。みんなで作り上げていくっていう、ほんまにそれを感じたっていうのがありますね。はい。お祭りはいいですよいいよ、本当にね、やっぱりやれない方が今多いから、やっぱり1年のこの最後、なんかこのお祭りがあっただけでなんか、よかったな。出てきはる方がすごい県鉾を待ってらっしゃるような表情を、自分で察してなくても分かるので、ちょっとでも上達してそういうのを待たれるようになりたいなと思ってます。自分と同じように鉾を一つのチームとして持ったっていうことがやっぱりすごく信頼関係が深まるし、仲間やっていう感じがやっぱり強くなります。鉾をちゃんとお返しできて、でも地域の人はすごい拍手して喜んでくれはったという達成感っていうのは絶対ありますからね。そのために1年でたった1日のお祭りのために年間通して練習するわけです。最後に角谷さんに来年に向けての話を聞いてみました。もう1年かけて僕ら準備して、で10月のもう、第2月曜に向けてもう万全の体制で
やっていく、それはもう僕らもいつももうそれですから。こうして今年の粟田祭りが幕を閉じました。規模を縮小しながらも地域を超えた仲間たちと共に汗を流し声を掛け合いながら県鉾巡行を再開することができました。この美しい輪の音を次の年も鳴り響かせることができるよう、再び鉾指たちの練習が始まります。